皆さんこんにちは、はるです。動画のサムネとタイトルにある通り、カナダのワーホリをやめます。カナダには今年の3月末から約5ヶ月間滞在をしていたんですが、なぜ辞めるのかと言いますと、理由は3つあります。まず1つ目の理由として、仕事が見つかりませんでした。私の今の生活スタイルが2日に1本動画を上げてるんですね。それでだいたい1日か2日かけて1本の動画を撮って次の日に編集をして出すっていう生活スタイルだったので、どう頑張っても働ける日数週に 2,3 日しかなかったんです。それで面接に行ったりとか履歴書を渡しに行ったりとか何回も繰り返していたんですけども、だいたいバンクーバーのワーホリで働こうと思うとフルタイムでしかもう雇ってもらえません。それでなかなか数ヶ月経っても見つからず、バンクーバーで視聴者さんと道端でばったり会うことが一度ありまして、その子がバンクーバーのマッサージ屋さんで働かれてたんですね。でそこでちょっとお願いしてみようと思ってオーナーさんに聞いてもらったところ、最低土日プラス平日数時間ずつだったら雇えるけどっていうような感じで、やっぱり私のスケジュールだと働くことが難しかったということで諦めました。でも逆に私と一緒に来た春出入りチームの2人はすぐ見つかったんですよ、お仕事で。しっかりと日本食レストランと居酒屋さんで働いてたので、もうこれは完全にもう日数が足りない私のせいなので、今後バンクーバーにワーホリで来たいと考えている方、働ける日数さえあれば絶対に仕事見つかると思います。そして2つ目の理由、これはバンクーバーでの動画がなかなか伸びなかった。5ヶ月間バンクーバーに住んで、いろんな場所を巡って動画を上げてたんですけども、やはり動画が伸びづらい。それこそアメリカに行ったりとか、皆さんが旅行で行きやすい場所での動画の方が伸びが良かったんですね。で私も今 YouTube で生活をしていることもあって、ものすごくカナダって物価が高い、家賃もどんどん上がるし、食費も高いし、生活費もかかるしっていうところで、これ以上カナダに仕事がない状態で住み続けるのはもう無理だったんですね。なのでカナダを去ることにしました。そして3つ目、もうやはり仕事も見つからない、動画も伸びづらいっていうこの5ヶ月間の中で結構気持ち的にしんどいところがあって、実はここ数ヶ月間精神的に参っちゃってました。仕事も見つからない、動画も伸びない、だけどもうどう頑張ったらいいかわからなくなって、お家にちょっと塞ぎ込んでしまって何も手につかない時期が実はあって、ですが YouTuber として動画を出していかなきゃいけない。あと個人的にどこか一つの国にずっと滞在するよりはいろんな場所に行ってみたいっていうものがありまして、カナダのワーホリは一旦区切ることにしました。ですけどワーホリって聞くと絶対にその国で働かなきゃいけないってわけではなくって、ワーホリは1年間働いてもいいし、学校に通ってもいいし、1年間ゆっくりふらふら過ごすだけでもいいしっていう素敵なビザなんですね。なので必ずしも働かなきゃいけないってわけではないです。私はワーホリがあったからこそ簡単に銀行口座が作れたり、不動産に行ってお家を契約できたり、ワーホリがあったからこそ生活はすごくスムーズにできたんですよね。なのでワーホリ自体は取ってよかったなって思いました。ネガティブな理由ばっかり続いてしまいましたが、カナダに住めたメリットってすごく多くあって、例えば生活環境が全て英語になるので勉強にもなりますし、もうちょっと下に下ればすぐアメリカに行けたりとか、日本ではありえないような大自然があるバンフにすぐ行けたりとか、この5ヶ月間の中でワーホリでカナダに来たからこそ得られたものがたくさんあったんですね。なので、ちょっと悔しい感じはありましたが、来てよかったなって思いました。で今後どうしていくかなんですが、まずこれからメキシコに1ヶ月間滞在をしようと思います。これまで動画を撮影してきた分を、ゆっくり編集したりとか、貯金の面も含めて物価が安いので滞在をして、その後に南米を回っていこうと思います。でバンクーバーからメキシコに行く前に一旦アメリカ西海岸で行けてなかったラスベガスにちょっと寄ってメキシコに向かおうと思います。これ面白いのが、バンクーバーからメキシコの直行便とバンクーバーラスベガスメキシコっていう経由便、値段一緒だったんですよ。もうこれは行くしかないと思って行くことに決めました。
これから南米編もスタートするっていうことで、もうずっと飛行機に乗る生活になると思うんですが、視聴者さんからよく安い飛行機の乗り方教えてくださいとか、どうやって撮ってるんですかって質問をたくさんいただくんですね。もう私はスカイスキャナー一択です。もう皆さん使われてると思うんですが、スカイスキャナーとは出発地と目的地を入力すると、もう全ての航空会社を検索して一番安い航空券を出してくれるんですね。ではせっかくなので、バンクーバーからラスベガス間、私がいつもどんな感じで飛行機を探しているのか撮っていこうと思います。まずはスカイスキャナーを開いて、出発地バンクーバーね、 YVR が一番大きいです。で、目的地のラスベガス、これは全てでいいか。で、出発が9月にして、人数大人1人で検索をかけると、こんな感じで全ての航空会社を検索して一番安いものをポンって出してくれるんですね。で、この感じでいくと9月中は19日 17,463 円が安いので、航空券を検索します。するとスカイスキャナーって3つのプランを提示してくれるんですね。最初のこの最適プランが直行便とか一番楽なプランで、真ん中が最安プラン、一番安いプラン、結構乗り継ぎ便が多いです。で、最後に最短プラン、これも直行便っていうような感じですね。私はいつもこの最安プランを見るようにしています。なんて言ったって一番安いから。で、一番上に出てきたのがこのフレアエアラインとスピリット航空のこの1回乗り継ぐ便が一番安いんですよね。で、選ぶを押すんですが、ここでスカイスキャナーの本領発揮です。安い航空券を見つけるプラス、このフレアエアラインって現地のクレジットカードじゃないと決済ができないんですね。なのでこれフレア航空が一番安く予約ができるんですけど、フレア航空のウェブサイトだと絶対に決済できません。ですけどスカイスキャナーを通してこの予約サイト経由で予約すると、日本のクレジットカードでも決済ができるんですね。日本のクレジットカードが使えない現地の格安 LCC にもスカイスキャナーを通せば予約することができちゃうんですよね。なのでかなり節約することができます。こうやっていろんな比較サイトが出てくるので、私は一番安いサイトを選びます。こっち。いや、飛行機予約する時ってワクワクしますよね。もうこの時間が大好きで、あとはこんな感じで、進んで予約をするだけなんです。めっちゃ簡単ですよね。飛行機予約する時ってやっぱ慣れてないと不安とか、どうやって予約したらいいか分かんないって悩んでる方すごく多いと思うんですが、もうスカイスキャナーを使っておけばもう絶対大丈夫だと思います。あと私スカイスキャナーの好きな使い方がもう1個ありまして、例えばですね、日本にいて来月連休があるけどどこの場所に行こうまだ決まってない、飛行機どこ取ろうって悩むことあるじゃないですか。ですけどね、見ててください。スカイスキャナーだったらね、じゃあ東京発にしましょう。東京すべての空港で目的地すべての場所から探すってあるんですよ。でこれを押すと、じゃあ10月にしようかな、検索ってすると、なんとですね、世界中の行き先を安い順に出してくれるんですよ。もちろん最初は日本か、日本、韓国、フィリピン、ベトナム、シンガポール、台湾、マレーシア、タイみたいに、もう大体アジア圏はもう2万円から3万円台で行けちゃうような感じですね。これを見たら、じゃあ来月は韓国に美味しいもの食べ行こうとか、じゃあフィリピンのセブ島に泳ぎに行こうみたいにすぐ決めることができるんですよね。なのでスカイスキャナーは旅行先が決まってない方にもとてもおすすめです。こんな感じでスカイスキャナーって旅行には欠かせない存在ですので、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、というわけでカナダでのワーホリは終わるんですが、今後の南米編動画楽しみにしていってください。南米って本当に未知の世界なので、もしおすすめの場所とか行ってもらいたい場所があれば、ぜひコメント欄で教えてください。あと春デイリー登録者10万人まであと1万人になりました。まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひこの機会によろしくお願いいたします。あといいねも押してね。近々9万人ライブできると思いますので、その際はぜひぜひご参加ください。もし9万人いてなかったらチャンネル登録してない方よろしくお願いします。では今回の動画はこちらで終わろうと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。